今日は日本の大きな駅で迷わないためのポイントと乗り換えで迷った時に役立つフレーズをご紹介します。東京駅、新宿駅、渋谷駅などの大きな駅は便利です。でも、とても広くて複雑な構造をしています。初めて訪れると、どこに行けばいいのと困ることも多いですよね。そこで大きな駅に共通する迷いやすいポイントを前もって知っておきましょう。まず注目したいのが出口の多さです。東京の大きな駅には10個以上の出口があることも珍しくありません。出口を間違えると目的地が大きく離れてしまうこともあります。前もって目的地に近い出口の番号や出口の名前を調べておくことが大切です。次の迷いやすいポイントは、たくさんの路線が乗り入れていることです。大きな駅には JR 線、私鉄、地下鉄などいくつもの鉄道会社の路線が集まっています。それぞれのホームや乗り換え口が離れている場合が多く、目的の路線にたどり着くまでに10分以上歩くこともあります。エレベーターやエスカレーターは多く設置されているので、車椅子やベビーカーでの乗り継ぎもできるようになっています。でも、何度もエレベーターを乗り継がないと目的地にたどり着けない場合があります。エレベーターだけで移動したい場合は、他の駅で乗り継ぐことをお勧めします。また、大きな駅では地下通路が迷いやすいポイントです。地下には商業施設や飲食店も多く、目指す方向を見失うことがあります。また、東京駅と大手町駅のように地下でつながっている駅もあり、知らないとさらに迷ってしまうかもしれません。地下通路では案内標識をこまめに確認することが重要です。標識には目的地ごとに出口、乗り換え方向が矢印で示されています。特に出口番号を意識して進むと迷いにくいです。さらに大きな駅は利用者が多く人混みも迷いやすくさせる理由の一つです。特に朝と夕方のラッシュの時には多くの人で駅がいっぱいになります。案内板が見えづらくなったり、まっすぐ歩けないことがあります。人の波に乗って、人と人の間をうまく移動していくのは慣れないと難しいです。家族連れで移動する場合は、朝7時から9時と夕方6時から8時の利用はなるべく避けるのをお勧めします。最後に、出口や改札の名前が似ていることも迷いやすいポイントです。南口と新南口や東改札口と中央東改札口のように名前がよく似た出口や改札があります。同じ駅なのに全然違う場所に出ることもあるので注意しましょう。また、改札の名前だけでは目的地に近いかわからず反対側に出てしまうこともあります。地図やスマホアプリで出口の名前と地上の目印をセットで確認しておくことが大切です。ここまでの大きな駅に共通する迷いやすいポイントをまとめると、出口の多さ、路線の多さ、地下通路の複雑さ、混雑時の人の多さ、名前が似ている出口が多いことです。事前に出口を調べたり、時間に余裕を持って行動しましょう。また、
案内標識や地図、スマホを活用すれば安心して移動できます。大きな駅はたくさんの路線が乗り入れていて、乗り換えに便利ですが、その分作りが複雑で移動距離も多くなることが分かりましたね。次は、駅での乗り換えで迷った時に役立つフレーズをご紹介します。日本の駅はとても広くて複雑なところもありますが、簡単な日本語フレーズを知っているだけで安心して行動できます。まずは、目的地の電車がどのホームから出るのかを知りたいときに便利なフレーズです。〇〇行きは何番線ですか？ 3 番線です。〇〇には目的地を入れてください。例えば、上野行きの電車を探しているなら、こう言ってみましょう。上野行きは何番線ですか？練習してみましょう。3番線ですよ。これでどのホームに行けばいいかすぐわかりますね。次は、乗ろうとしている電車が自分の目的地に行くか確認したい時のフレーズです。これは〇〇に行きますか？行きますよ。または、行きません。逆方向です。例えば、新宿駅に行きたい場合は、こう言います。これは新宿駅に行きますか？行きますよ。もし間違っている場合、逆方向ですよとか、一番線ですよと教えてくれます。安心ですね。目的地に到着したら出口を探すことが多いですよね。そんな時に使えるフレーズはこちらです。〇〇口はどちらですか？まっすぐ行って左手にありますよ。例えば、東口を探しているならこう言います。東口はどちらですか？階段を降りて右手にありますよ。大きな駅では出口を間違えると迷ってしまうこともあります。わからないときは早めに駅員さんや周りの人に確認してみましょう。ところで、急に電車が止まってしまったら不安になりますよね。そんな時に覚えておくと安心なのがこちらのフレーズです。トラブルですか？はい、事故で止まっています。さらに、電車がいつ動き出すのかを聞きたいときは、こう言います。いつ動きますか？まだわかりません。トラブルが起きたときに駅員さんが見つからなかったら、周りの人に声をかけて状況を確認しましょう。最後に、切符を買うときのフレーズです。切符売り場がわからない場合は、こう尋ねます。切符売り場はどこですか？あの階段を降りるとありますよ。続けて、目的地の切符を窓口で買うときのやりとりをご紹介します。例えば、東京行きの新幹線を2人分買いたい場合は、次のような会話になります。東京行きの新幹線の切符をください。ここの駅から出発でよろしいですか？はい。何名様ですか？ 2 名です。ご乗車日はお決まりですか？何月何日です。ご乗車時間はお決まりですか？お昼頃に乗りたいんですけど、12時半、12時45分、1時がありますが、何時がよろしいですか？
12時半でお願いします。自由席でよろしいですか？はい。何月何日、12時半出発の東京行き、2名様自由席でお取りしますね。はい、お願いします。ここで自由席と指定席の違いも覚えておきましょう。自由席は空いている好きな席に座れますが、満席の時は立つこともあります。指定席は座席が決まっているので確実に座れますが、追加料金が必要です。いかがでしたか？今日ご紹介したフレーズは、大きな駅での移動や乗り換えにとても役立つものばかりです。ぜひ動画を何度も見てフレーズを覚えてくださいね。最後に、大きな駅で迷わないための豆知識とコツをご紹介します。大きな駅は便利ですが、初めて利用すると迷いやすいですよね。そこで、事前に知っておくと役立つポイントをお伝えします。最近では Google マップや Yahoo 乗り換え案内など鉄道アプリがとても便利です。大きな駅ではスマホの地図で出口や目的地を確認するとスムーズに移動できます。Google マップでは駅の内部までの経路を示してくれる場合もあります。Yahoo 乗り換え案内では降りる駅の階段の位置や何号車に乗ると目的地に近いかを教えてくれるので活用しましょう。また、駅の入り口やホーム付近には構内図が掲示されています。構内図を見ると出口や改札、乗り換えのルートがわかります。さらに、出口の近くにある周辺施設が書いてある場合もあります。さらに、大きな駅では案内標識が至るところに設置されています。標識には出口、乗り換え、目的地などが矢印付きで表示されています。案内標識は色分けされていて、それぞれの意味を理解すると迷いにくくなります。青色は電車や乗り換えホームの方向を表しています。黄色は出口や地上への道が表示されていることが多いです。標識には目的地や出口番号が記載されていることが多いので、目的地がどの出口や方向なのかを確認しながら進みましょう。標識を見失ったら、早めに駅員さんに声をかけて確認しましょう。駅で迷ったときは、駅のインフォメーションセンターや案内所を利用すると安心です。また、JR の駅では、緑の窓口という場所で切符を購入できます。必要であれば、緑の窓口はどこですか？というフレーズも覚えておくといいですね。いかがでしたか？今日の豆知識とコツを覚えておけば、大きな駅でも迷わずに移動できるようになります。今回覚えたフレーズは、大きな駅を利用するときにぜひ試してみてくださいね。今までに駅の乗り換えで困ったことがありますか？混んでる駅で人の波に乗って歩けるようになりたいですか？コメント欄で教えてください。質問やリクエストも待ってます。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。